こんにちは、スイラボです。今回の動画はこちら、ボヤの BY-XM6-S1 というワイヤレスマイクです。去年散々マイクの動画やって、マイクの動画はもう終わったはずだったんですけれども、また買ってしまいました。自分の撮影環境ですけれども、現状はメインでサビネテックのスマートマイクプラスを使ってスマホアプリで録音をしてバックアップだったり動画編集時の音声同期用としてカメラに接続したディエティの V マイク D4 ミニを使っています。現在もその環境で撮影をしています。そのためカメラで撮影した動画ファイルとサビネテックのスマホアプリで収録した音声を動画編集時に同期させてやる必要があるわけです。音声の同期自体は動画編集ソフトで簡単にできるんですけれども、ファイルが分かれていることで編集がちょっとめんどくさかったり、スマホアプリで収録した音声をパソコンに持っていくのも時間がかかったりするので、編集効率を上げるためにもマイクを一本化したいと考えていました。また今回みたいにこういったカメラ位置固定で喋る動画を撮る分にはカメラに取り付けたマイク一つでも済むんですけれども、以前やったような部屋の改造作業などを行う場合はワイヤレスマイクの方が便利なわけです。ということでカメラに取り付けることができるワイヤレスマイクが欲しかったんですね。この手のワイヤレスマイクで有名なのはロードのワイヤレス GO ですが、送信機一つのタイプでも35,000円ぐらいと簡単に手が出せる価格ではないんですよね。ロードのワイヤレス GO が出てからは中華系のワイヤレスマイクが色々出ていて、どれにするか迷ったんですけれども、送受信機に表示用の画面がついているのとサウンドハウスの新春セールで 12,800 円と安くなっていたので購入をしました。それでは早速箱を開けていきたいと思います。箱の中身ですが、説明書、受信機と送信機、送信機に取り付けるモフモフ、ピンマイク、スマートフォンと接続するためのケーブル、カメラと接続するためのケーブル、USB-A、USB Type-C のケーブル、それが2本ありますね。あとはポーチ。あとこの袋の中にピンマイク用のクリップと風防が入ってるみたいです。箱の中は以上ですね。で、こういうワイヤレス機器だと気になるのが技的ですけれども、こちらの受信機については本体の裏面、こちらに技的マークと認証番号が載っています。同様に送信機の方にも技的マークと認証番号が載っています。先ほどの認証番号で検索するとスプリアスも新規定に対応していることがわかります。気になる方は総務省のウェブサイトで確認してみてください。こちらの商品の簡単なスペックですが、内蔵バッテリー駆動時間は受信機側が約7時間、送信機側が約 6.5 時間となっています。動作範囲は最大 100m となっていますけれども、自分の場合そこまで離れて使うことはないのであまり気にしていません。重さはどちらも 32g、 充電は USB Type-C 経由となっています。あと気になるところだと、実際のマイクの音質だったりホワイトノイズやハムノイズの有無、伝送周波数が 2.4GHz なので電波干渉の有無、あとは送信機側にマイク入力があるんですけれども、こちらがプラグインパワーに対応しているかどうか、そのあたりを確認していきたいと思います。それではまずは電源を入れてみたいと思います。電源ボタンは送信機受信機ともに横についています。それでは電源を入れてみます。電源オン。電源が入りました。ペアリングはどうやら電源を入れた時点でペアリングはされているみたいです。こちらの送信機側のマイク部分に話しかけてみると、こんな感じでメーターが動くのがわかります。まず受信機側ですけれども、正面にこのように OLCD がついています。そして側面には充電用の USB Type-C の端子がついています。上側にはラインアウトとイヤホンジャックの端子があります。そして USB 端子の反対側には電源ボタンとプラスマイナスのボタンがついています。そして裏面にはこのような接点があるんですけれども、今回買ったセットではこちらの端子を使った充電というのはできないようになっています。
上位版だと充電できるケースが付属していたりするのかもしれません。続いて送信機の方ですけれども、こちらも正面には OLCD の表示があって、側面に充電用の USB Type-C 端子、上にはマイクとマイクイン、ラインインの端子、反対側のサイドには電源とプラスマイナスボタンがついています。裏面は同様に接点がついています。送信機、受信機ともに側面にある Z と書かれたプラスボタンを長押しすると設定メニューに入ることができます。長押ししてみると、出力のモノラルステレオ設定、ボリュームの設定、ミュートの有効無効の設定、バックライトの点灯時間の設定、こちらはペアリングの設定ですかね。あとは言語を英語と中国語から選ぶ設定、工場出荷状態に戻す設定、バージョン表示となっています。ちなみにプラスマイナスボタンでメニューの切り替えができるんですけれども、実際に項目を設定する場合はこの状態で再度プラスボタンを長押し、このように項目が選ばれるので、プラスマイナスボタンで設定を切り替えることができます。決定する場合は再度プラスボタンを長押しで決定されます。メニューを抜けるにはマイナスボタンを長押しします。送信機側の設定も大体似たような感じなんですけれども、入力をマイクインとラインインに切り替える設定、マイクのゲイン、ミュートの有効化、バックライトの点灯時間、ペアリングの設定、言語の設定、工場出荷状態に戻す設定、そしてバージョン表示となっています。ちょっとマイナスボタンを押した時の音が安っぽいですね。ちなみにゲインに関してはメニューに入らなくてもプラスマイナスボタンを押すことで設定を変えることができます。ゲインは0から6まで設定することができます。それでは実際にこちらの受信機をカメラに取り付けて音声の確認をしてみたいと思います。はい、それではマイクをこちらのワイヤレスマイクに切り替えてみました。今設定としては送信機、受信機ともレベルは3にしています。もしかしたらちょっと音の大きさ小さいかもしれないので、動画編集ソフト側で音量だけ調整をするかもしれません。音の聞こえ方はどうでしょうか？ノイズなどは乗っていないでしょうか？少し黙ってみます。じゃあちょっと送信機側のゲインを一つ上げてみたいと思います。ちなみに送信機の方はこんな感じでパーカーの首元に取り付けています。はい、今これでゲインを4にしました。カメラのメーターを見てる感じでは音量は少し上がったかなというふうに見えています。聞こえ方はどうでしょうか？少し黙ってみます。もう一個ぐらい上げてもいいかもしれないですね。送信機側のゲインを5にしてみます。はい、これで送信機側のゲインが5になりました。ちょっとこれだと入力レベルが大きすぎるかもしれないですね。普通に喋ってる分にはちょうどいいぐらいかもしれないですけれども、少し大きめの声を出すとピークレベルがメーターの赤いところまで来てしまう感じです。この辺はカメラ側のゲインの設定によっても変わってくるかとは思います。音の聞こえ方はどうでしょうか？少し黙ってみます。はい、それでは一旦音の確認をしてきます。続いてこちらの付属のピンマイクを取り付けた状態でも音の確認をしてみたいと思います。はい、こちらが付属のピンマイクを接続した時の音声になります。送信機側のゲイン設定は3にしています。聞こえ方はどうでしょうか？少し黙ってみます。続いて送信機側のゲイン設定を4にしてみます。はい、送信機側のゲイン設定を4にしました。音の聞こえ方はどうでしょうか？少し黙ってみます。続いて送信機側のゲインを5に設定してみます。はい、送信機側のゲインを5に設定しました。レベル的にはやっぱり5ぐらいが最大かなという感じです。
自分が使っているカメラのゲイン設定だと送信機側のゲインはやっぱり5ぐらいまでにしといた方がいいかなという感じがしています。音の聞こえ方はどうでしょうか。少し黙ってみます。はい。ちなみにゲイン設定6にしてみるとこんな感じになります。ゲインの設定が今6になっています。結構普通に喋っていても自分のカメラ側のゲイン設定だとメーターが赤いところまで来るような表示になっています。音が割れたりはしていないでしょうか。ノイズなど乗っていないでしょうか。少し黙ってみます。はい。それでは音のチェックをしてきます。はい。ということで音声の方確認してきました。思ってたより全然いいですね。音質の方も自分には全然クリアに聞こえているように感じましたし、ホワイトノイズがひどいとかハムノイズがひどいとかそういったこともなかったかと思います。多少ホワイトノイズが乗っちゃうのは仕方ないとは思うんですけれども、その辺は編集で撮るっていうこともできますからね。でちなみにゲインの設定としてはワイヤレスマイク側とカメラ側両方に設定があるわけですけれども、ワイヤレスマイク側のゲインを大きくしてカメラ側のゲインは低めに設定するのが良いみたいです。逆にマイク側のゲインを小さくしてカメラ側のゲインを大きくするとホワイトノイズが目立つみたいです。これは今回のマイクに限らずマイク側にアンプが乗ってるようなマイクだったらば共通して言えることみたいです。あとはマイク本体についているマイクと付属のピンマイクを使った音っていうのも確認してみましたけれども、どちらも音質的には良かったかなと思います。あえて言うならば本体付属のマイクの方が少し丸い感じの音がして、ピンマイクを使うと少し高音が強くなるのかなという印象を受けました。この辺は好みだったり使う人の声質によってもどちらが向いているかっていうのは変わってくるかと思います。あとゲインの設定に関してだと今は送信機側のゲイン設定は6、受信機側の設定は3っていう風にしてるんですけれども、ちょっと今撮影しながらカメラの音量のレベルメーターを見ているとたまにメーターが赤くなるような、そんな感じになっているんですけれども、音量的にはこれぐらいでちょうどいいのかなという風に感じました。それでは続いて電波干渉の影響がどのぐらいあるかっていうのを見ていきたいと思います。これに関しては測定器とかがあるわけじゃないので定性的な感じの確認しかできないんですけれども、今撮影している後ろに普段自分が使っているパソコンが置いてあって、その周辺には Wi-Fi のルーターだったり Bluetooth デバイス、あとは Wi-Fi 接続のカメラなんかも置いてあったりするので、割と 2.4GHz の電波が飛んでいるあたりになります。距離としては今このカメラがある位置から3メートルぐらい後ろになるんですけれども、ちょっと今の状態でそこに移動して電波干渉に起因するノイズだったり音切れだったりが発生しないかっていうのを見てみたいと思います。でちょっとそっちに行ってみます。はい、それでは普段使っているパソコンデスクの方に移動をしました。正面にディスプレイがあったりするんで音の反響なんかは先ほどとは違って聞こえるかもしれません。それ以外に電波干渉に起因するノイズなどはあるでしょうか。少し黙ってみます。今環境としてはこのマイクから50センチぐらい離れたところに Wi-Fi のルーターがあったり、同じく50センチぐらい離れたところにデスクトップパソコンに取り付けた Bluetooth のドングルなんかがついていたりします。あとは30センチぐらい離れたところに Wi-Fi 接続のカメラがあったり、スマートフォンなんかも近くに置いてあったりします。それでは元の場所に戻ります。はい、先ほどの音も確認してみましたけれども、特に電波干渉の影響っていうのは感じられなかったですね。自分の部屋にはこの他にもスマートスピーカーだったりスマートホームデバイスなんかもあったりするので、割と電波はいろいろ飛んでるような環境だとは思うんですけれども、そういったところでも特にこのワイヤレスマイクの音質に影響するようなノイズっていうのは発生しませんでした。それでは続いて個人的に一番気になっているところではあるんですけれども、付属のピンマイク以外に外部マイクが使えるのかどうかというところを確認していきたいと思います。特にプラグインパワーが必要なマイクが使えるかどうかっていうのは調べてもどこにも書いてないんですよね。それではまずはオーディオテクニカの AT9904 というモノラルのピンマイクを取り付けてみたいと思います。はい。ということでオーディオテクニカのピンマイク
AT9904 に交換してみました。おそらく音は入ってるとは思うんですけれども、先ほどまで使っていたボヤのワイヤレスマイクに付属していたピンマイクに比べると少し音が小さくなってるんじゃないかなと思います。送信機の方にもメーターついてますけれども、このメーターの動き具合を見てみると結構さっきよりもメーターの動きが小さいように見えています。で、送信機側の原因は6が最大なので、あとは受信機側の原因を上げるか、編集の時に音量を上げるっていう必要があります。ちなみに受信機側のレベルが4になるとこんな感じです。この音量だとだいたいさっきのボヤの付属ピンマイクと同じぐらいの音量になっているかなと思います。ノイズの方はどうでしょうかね。少し黙ってみます。続いてはこちらのサビネテックのスマートマイクプラスに取り付けているこちらのマイクを接続してみたいと思います。ただしこちらのマイクは4極になっているのでそのままつないでも動かないかもしれません。やっぱりそのままでは動かなかったので4極を3極に変換する変換ケーブルを使って接続してみます。こちらのロードの変換ケーブルを使って接続してみます。こんな感じで変換してやれば使えそうですね。ただ入力レベルがかなり大きくなるみたいなので、送信機側のゲインは3、受信機側のゲインも3に設定をしています。これでだいたい同じような音量になるんじゃないかと思います。ノイズの具合はどうでしょうか。少し黙ってみます。ここまで見てきたオーディオテクニカのピンマイクと今使っているサビネテックの外部マイクはプラグインパワーが必要ないマイクとなっています。なので最後にこちらのシュアーのコンデンサーラベリアマイク、こちらを接続して音が取れるかどうかを見ていきたいと思います。こちらはプラグインパワーが必須なので送信機側がプラグインパワーに対応していないと使えないはずです。こちらもプラグが4極になっているので先ほどのロードの変換ケーブルを使って送信機側に接続していきます。はい、ということでシュアーのコンデンサーラベリアマイクをこちらの送信機に接続して音を取っています。カメラ側のメーターを見る感じでは音は取れているかと思います。ただこちらの送信機はゲインを6にしてもメーターは全然動いていません。またカメラ側への入力レベルが低そうだったので受信機側も今ゲインを6に設定しています。カメラ側のゲインは変えていません。それでもまだ音量小さいのかなという感じがしますがいかがでしょうか。それでは音質の方を聞き比べてきます。はい、ということで聞き比べてきました。シュアーのピンマイクも一応音自体は入ってましたけれどもホワイトノイズがひどくてちょっと使い物にならない感じでしたね。やっぱり基本的にはプラグインパワータイプのマイクっていうのは使えないと考えた方がいいのかもしれません。プラグインパワーが必要ないこちらのオーディオテクニカのピンマイクだったりサビネテックの外部マイクっていうのは普通に使うことができました。こちらのサビネテックの外部マイクは、音質は良かったんですけれどもクリップとかがないのでちょっと使うのが難しそうでしたね。あとこちらのオーディオテクニカのマイクですけれどもこれだとワイヤレスマイクに付属していたピンマイクとそんなに音質も変わらないのかなという印象でした。今はボヤのワイヤレスマイクに付属していたピンマイクを使って収録していますけれどもこのマイク自体もそんなに悪いものじゃないっていうことなのかもしれません。というわけで今回はボヤの BY-XM6-S1 こちらのワイヤレスマイクを使ってみました。使ってみた感じでは特にノイズが乗るわけでもないですし個人的には音質面でもとても良かったと思いました。また同じような価格帯で本体に画面表示がないワイヤレスマイクっていうのもあるんですけれどもやっぱりメーターがあることでちゃんと音が入力されてるかっていうのも分かりますし現在のゲイン設定も分かりますし大まかですけれども電池残量も分かるので絶対画面付きの方がいいと思いました。電池持ちについては実際のところどうなのかわからないんですけれどもフル充電してから1時間半ぐらい使った状態で1メモリ減ってるような感じですね。また悪かった点に関して言うとやっぱりプラグインパワー非対応っていうのはちょっと残念でしたね。商品説明にプラグインパワーの対応有無っていうのを書いてほしいところではありますけれどもわざわざプラグインパワー非対応とは書かないですかね。
他のワイヤレスマイクでもそうですけれども、プラグインパワー対応と書かれていない限りは対応してないと考えた方がいいのかもしれません。あとは充電についてですけれども、充電が Type-C 経由っていうのはいいんですけれども、やっぱり送信機と受信機を個別に充電しなければいけないっていうのはちょっと手間ですね。自分が見た限りではこの BY-XM6 シリーズで充電ケース付きのセットっていうのは見当たらなかったんですけれども、探してみたところ BY-XM6 シリーズに対応した充電ケースっていうのを見つけました。こちらのマイク自体使ってみて結構気に入ったので、その充電ケースも買ってしまいました。届いたらまたレビューしてみたいと思います。なんて言ってたら充電ケース届きました。型番は BY-XM6-K1 ボックスです。こちらはアリエクスプレスで買ったんですが、私が買った時はクーポンが出てたので3500円ぐらいで購入できました。普通に買っても4000円くらいで買えるみたいです。注文から1週間くらいで届きましたね。早速開けてみましょう。中身は説明書と充電ケース本体、USB-A、USB-C のケーブル。箱の中身は以上ですね。こちらの充電ケース見ていきます。充電ケースはこんな感じになっていて、下にはオープンのボタン、横には充電用の USB Type-C 端子と、なんかボタンがついてますね。なんだろう。あ、光った。こちらは充電ができるだけでなく、こちらの充電ケース自体にもバッテリーが入ってるみたいですね。なるほど。それ以外は特にボタンや端子などはない感じです。こちらを開けてみると、送信機と受信機が1個ずつ充電できるようになってますね。それでは一旦ディエティのマイクに付け替えて、送信機受信機ともに充電をしてみたいと思います。それではこちらの充電ケースを使って実際に充電をしてみたいと思います。こんな感じで充電が始まりました。ちょっと今充電ケース自体のバッテリーがほとんどなかったみたいなので USB ケーブルを接続してみました。ちゃんと両方同時に充電されてますね。ちなみに送信機と受信機を入れ替えると、場所を入れ替えてもちゃんと充電しています。で、充電ケースの蓋の方に押さえがついているので、この状態で閉めると中で送受信機が動かなくなります。ちゃんと固定されてますね。ちなみに大きさは横幅が 96mm、 奥行きもだいたい 96mm で、厚さはゴム足を除いて 34mm っていうところですかね。ちなみに電源が入ったままでも充電はできます。充電してしばらくすると自動的に電源が落ちるみたいです。それではマイクの方をボヤのワイヤレスマイクに戻します。充電ケースはやっぱりあった方がいいですね。USB ケーブル1本で済むようになりますし、使うたびに USB ケーブルの抜き差しするのが面倒なので、それがなくなるのはすごいいいですね。で、途中で充電ケース付きのセットはないって言ったんですけれども、普通にサウンドハウスで売ってましたね。ただ充電ケースがセットのものはセールになってないので、結果としては別々に買った方がお得でした。改めての感想になりますが、プラグインパワー非対応なのは残念でしたが、これで充電の問題は解消されましたし、音質も満足してるし、コスパも良かったので、個人的には買って良かったと感じています。なので今後の動画でも使っていく予定です。それでは今回の動画は以上になります。このチャンネルでは 3D プリンターや電子工作関連の動画をアップしています。チャンネル登録、グッドボタンいただけるとモチベーションにつながります。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。